料理は幸せのツール、開運料理人のチコです。今日の開運料理は天ぷらそばです。天ぷらもご家庭で簡単にできますので、ぜひやってみてください。突然ですが、日本の三大そばご存知ですか？岩手のわんこそば、出雲そば、そして戸隠のそばになります。戸隠そばというと、戸隠神社に参拝する方々が参拝途中に食べたということで、今でも戸隠神社の近くにはそば屋さんがたくさんあるという感じです。今回はですね、その戸隠にちなんで一番ご家庭で作りやすいかなと思ったのが、天ぷらそばということで、秋の野菜やお魚を使って天ぷらそばにしたいと思います。今回は戸隠そばにちなんでぼっち盛りという盛り方で盛ろうと思っています。ぼっち盛りというのは少量ずつですね、束にして盛っていくという盛り方、そしてあまり水を切らない状態で盛るという盛り方になります。戸隠にはですね、戸隠大根というのもあって、ちょっと辛みがあるものもあるんですけれども、その大根もあまり水を切らずに盛るというのが特徴になっています。今回天ぷらですね。通常ご家庭だと天ぷら粉ですね、使われている方も多いかもしれませんけれども、薄力粉と卵、そして水だけで作る天ぷら粉を作ろうと思っています。私はそばも大好きなんですけれども、そば好きの方ってやっぱり多いですよね。そばってそば粉と水だけで作るんですけど、そばと水を練っていく、ただそれだけですごく美味しくなるんですが、その場の空気も一緒に練っているような感じで練り上げていくとより美味しいんだろうなっていうのを思って、今回は手打ちそばを用意しました。皆さんのご家庭でもですね、なかなかそばを打とうというのは、ないかもしれないんですけど、そばを打つ時っていうのはそう空間を一緒に練るような感じで、練るといいと思います。料理をする時は台所を神社だと見立てて料理をしましょう。神社のように整った空間で料理をすることで、その空気も全部入った料理になって、より美味しい、そして食べた人が笑顔になる料理になります。このように私の動画では見立てるということを使って料理をしていくので、そのことについての動画はこちらをご覧ください。動画の最後に開運する食べ方を紹介していますので、最後までご覧ください。それではどうぞ。今日はそばを打ちましたので、打ちたてそばでございます。乾麺のそばでもね、最近はすごく美味しいので安いと思います。そして、今日ですね、お野菜かぼちゃと秋ナスですね、そして舞茸と、万願寺用意しました。そして、天ぷらの液だれですね、作る時の卵とお水、そして、衣をつける時に使う薄力粉、おつゆも手作りで作ります。こんな感じで昆布だしを取っておいて、こす時のこす、竹ざる、そして鍋ですね。天ぷらを揚げる時、こちらは鉄鍋なんですけれども、ご家庭だとフライパンでも構わないです。3センチ以上深みがあるものであれば天ぷら揚げやすいと思うので、そういうのでも大丈夫です。私天ぷら揚げる時に必ず入れているのが、この信州焼さんとコラボして作った陶器なんですけれども、遠赤外線が出ているもので、これを入れると油の酸化がすごく防げるので、香りがすごく良くなります。そして、たくさん揚げる時とかでも全然油の消耗が違うので、とても美味しくですね、揚げ物ができるのでおすすめです。では天ぷらのそばつゆを先に作っていきます。このようにですね、利尻昆布ですね、お水に利尻昆布入れて、で火にかけたものです。こちら前日ですね、夜に水のねピッチャーとかに昆布を入れておいて、もう昆布水を作っておくってやり方もすごく便利だと思います。今回はですね、もう2、30分前ぐらいにこれは弱火にかけて、もう昆布のお出汁がしっかり出たものですね。料理をする時に少し多めにとか作っておくと、何か別の料理とかにも使えるので、それでもいいですし、もう少量だけ取ろうと思って取るのもいいですね。このようにして火をかけていって、昆布が大きくなりました。で、味を見ていただいて、うまみが出てるなという感じで、うまみが出ていたら、あとはこします。では火にかけてめんつゆですね、していきたいと思います。
このお出汁なんですけれども、ここにカツオを入れて混合するというか、合わせたお出汁でもいいんですけれども、シンプルに昆布の方がうまみがすっきりするので、私は昆布だしにそこに調味料ですね、みりんとかお醤油とかを入れて仕上げてます。みりんを入れていきます。そしてたまり醤油も入れていきます。あと少し薄口醤油も入れます。美味しいですね。みりんのこうちょっとお酒の感じがあるので、それをちょっと火でね、煮切るというか、火を通してから、仕上げるというイメージですね。ではこちらは、冷やして食べるので、このまま冷蔵庫に入れてですね、冷やしておきます。では天ぷらの野菜を切っていきます。女性だとね、やっぱりこう割るのが怖いと思うんですけど、ゆっくりねやってくださいね。ちょっと厚みがある感じでホクッとした天ぷらにしたいので、ちょっと厚みを持たせて切ります。でね、包丁は使ったら拭くね、一回一回洗っていると大変なので、包丁用に布巾を用意しておくといいですね。では次、ナスですね。厚みがある部分をこうして、ただね火の通りがいいようにこんな感じで線入れておきます。はい、拭きます。でナスは、アクがあるので少し5分ほど水につけておきます。万願寺切るんですけれども、もうこれはねヘタもつけたまんまであげようと思います。見た目がね綺麗なんで、線を入れて種を取るという感じで切っていきます。こうさーっと後ろまで切れないように、こう上の部分だけね切れるように切って、少し切れ目を入れておくとこうね手で出せるので、種をこう取っておきます。こんな感じ。はい、じゃあ舞茸切っていきます。キノコ類はこう水に、触れるとこう旨味が逃げてしまうので、基本的には洗いませんよね。この舞茸もですね、キノコってこうギュッと水分が抜けて小さくなるので、ちょっと大ぶりにしておきましょう。これぐらいの大きさでいいんじゃないでしょうか。この後ね衣をつけるので、ちょっと水気は取っておきますね。水気を取るのは油に入れた時にですね跳ねるというのもありますし、今から衣をつけるのでべちゃべちゃになってしまうので水気を取っておきます。では天ぷらの、揚げる時の卵液作ります。最初にですね、この衣用の卵液なんですけど、水の中に卵を直接入れるのがポイントになってます。白身の部分ですね、それがこう水に入ることでちょっとこう水溶性ので溶け出すので、ちょうどいい具合になるんですよね。なので、先に水を用意しておいて、ここに割るでお願いします。そしてそこからこう底にお箸を菜箸を当てながら混ぜていきます。この時卵を切るような感じで混ぜてください。こうね、ダマではないんですけど、卵液とね分離しないように、卵と水が分離しないように切るような感じで混ぜていきます。こうちょっと泡立っていくような感じですね。こういうのがいい感じです。こういう感じで泡がこうね立っているのがいい状態です。これを最後泡だけすくい取ります。濃厚な卵風味ですね。味もすごくいいですし、この後粉ね、薄力粉と合わせるんですけど、とても合わせやすくなります。そんな神経質に取らなくていいんですけど、軽くこんな感じで取っておきましょう。はい、では卵液ができたので、ここに粉を合わせて天ぷら粉の完成になります。この時ですね、薄力粉必ずふるいにかけてください。ふるいにかけないとこうちょっとダマになりやすくなってしまうので、ふるってください。何でもいいです。もうこせるものだったら何でも OK です。はい、粉をふるいました。は
はい、ここからは先ほど作った卵液合わせるんですけれども、もうここで粘性があんまりつきすぎるとこうガチガチにちょっと固めの衣になってしまうので、さらっとこれでトン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 というふうにしながら合わせるような感じです。この時にねガバッと混ぜたいんですけれども、こう叩いてください。こうトン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 と。少しこうねダマが残るのは全然 OK です。はい、こんな感じです。では鯛の切り身をですね今日は天ぷらにしたいと思います。こちらですねちょっと塩を振っておきましょう。素材に薄力粉をつけていきます。やっぱ早い時間につけるとかなり吸ってしまったりとかして水気がね素材のまた水気が出てきてべちゃってなっちゃうので直前に粉はつけてください。はい、ではこんな感じで粉をつけました。じゃあこれがとっても大事な信州焼きですね。おいちい粉、おいしいとチコがかかってます。はい、これをこのまま鍋に入れてもらったらこれだけで OK です。天ぷらを揚げる時の温度なんですけれども、190度ぐらいまで揚げて材料を入れるとまた温度が下がってくるので180度170度というふうに下がってくるんですよね。なので少し下げたやつをまた火かけて揚げながらカラッと仕上げていきます。天ぷらなんですけれども、この最初に薄くこうね粉をつける、そしてそこからこの作った卵液から作った衣ですね、これにつけて揚げます。イメージで言うと蒸していく感じなんですよね。こう中でぐーっと水分をこうずっとうまい具合に出してそれを揚げるっていう感じのイメージです。素材に火が入りやすいものとじっくり火をかけた方がいいものがあるので、それは分けて揚げていきます。今回で言うとこの芋類でいうこのかぼちゃとかはちょっと時間がかかるので先に揚げておいて仕上げにもう一度揚げるという感じ。こういった万願寺とか舞茸は早いので一度揚げの中でサクッと揚げてしまいましょう。こんな感じですぐに上がってくるようになってきたらだいぶ150以上に上がってきているということなのでそろそろいいですね。揚げ物をする時は揚げた後のこうバットみたいなものをすぐに用意しておきましょう。かぼちゃ、なす、たい、きのこ、舞茸と万願寺の順番で揚げていきます。さっとつけてから落とします。1分ぐらいずらしてから、他の素材も入れていきます。どんどんこう火が入ってきて先に入れたものがね焦げてきてしまうので、でこの時にちょっと色を見ながらだいぶねかぼちゃいい感じになってきました。でタイも入れます。かぼちゃは一度引き上げておきます。最後全部素材が揃う時に最後仕上げにもう一回入れます。では舞茸、ではナスも引き上げていきます。ちょっと厚みがある方はもう少し入れておきましょう。では最後万願寺ですね。これね天かすと呼ばれるものなので、これまあできるだけ早いうちになんかうどんとかした時に釜揚げうどんにちょっとかけるとかしても美味しいです。かぼちゃをもう一度入れておきます。さつまいもとか栗とかも同様ですね。少し最後
やっぱ時間がちょっと一回揚げてからその間に蒸らしてるんですよね。火に揚げた後も余熱でずっと蒸らされてるので、最後表面的にカリッと仕上げるために火にかけておきます。ではそばを湯がいていきます。お湯はですね、しっかり沸騰させてください。こういう感じでこう対流してるようにこうぐるぐるとね、ボコボコっとしてる感じのところに入れていきます。これ対流がないと火は入っていってもくっついていったりとかしやすいので、ボコボコっとしてる状態がいい状態です。で入れていきます。今日は手打ちで作ったので、もうだいたい25秒とか30秒ぐらいでもう引き上げてしまいます。引き上げます。ですぐに水にあげます。水はだいたい2回ぐらい変えてもらって、氷水に入れます。はい、ここからだいたいもう氷水に入れても数秒、本当はもう1秒ぐらいでもいいですね。あげちゃおう。ではぼっち盛りをしたいと思います。まあこうね、少量ずつ分けて盛ることのことだそうですよ。こうね、こう黄色の色味が綺麗なので、そして緑ですね、万願寺。はい、ではできましたので運びます。いかがでしたか？今日は開運する、天ぷらそばを作りました。この料理の開運する食べ方ですけれども、神社のようなパワースポットの空気がそばに入っていると思って、そのように見立てて食べることが開運ポイントになります。この見立てで食べることでですね、どういった背景ですね、イメージをするか、やっぱりこうそばはそばっていう見方よりも、どういったこうところで作られているとか、どういう空気が入っているとか、そういうイメージをすることで体に入ってくるエネルギーが変わってくるので、ぜひそのように見立てて食べてみてください。ご家庭でそばを食べる場合ですね、このようにこう旬の野菜とか、あとお魚を使って天ぷらにすることで栄養満点のボリュームのあるご飯になると思うので、ぜひやってみてください。この天ぷらを作る時の衣付けとか、こうね、粉をつけるところとか、お子さんと一緒にやると楽しいと思いますね。1個ずつつけながら、やっぱり素材を触れたりとかするので、優しく触ってねとか、今から食べるから食べる人のみんなの顔を思い浮かべてねみたいなことをこうちょっと横で伝えながら一緒に作ると楽しいと思います。やっぱりそばって好きな方とっても多いですよね。こうおじいちゃんおばあちゃんに作ってもいいと思いますし、お子さんもとても喜ばれると思います。こうやってこう天ぷらも、日本人の方のみならず皆さんがやっぱり好きなものなので、組み合わせて食べるといいと思います。これからの季節ですね、あったかいお汁にして天ぷらのこう温かいそばでもいいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。料理は幸せのツール、開運料理人チコでした。